今シーズン初めての、葉山でのウミウシ探し。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。2025年シーズン初の、葉山でのウミウシ探しです。まだまだ寒い季節なので、ウェーダーを着て、水面から、石をひっくり返しながら、ウミウシを探します。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。今回は、どんなウミウシが見つかるやろか。いました。わかる人が見ると、あからさまに、ここにいる、と、わかるのですが、慣れていない人だと、どうなんでしょう。刺激すると、紫色の汁を、大量に放出するあいつです。これです。葉山の磯には、そこら中にいるので、普段はあまり相手にしないのですが、今シーズン最初の葉山なので、一応押さえておきましょう。タツナミガイです。大きさは、150ミリくらい、よく見る大きさの、タツナミガイです。葉山の磯では、一年を通じて、大量に転がっています。水面上からは、石ころにしか見えないので、間違って踏んづけてしまうことも、よくあります。踏んだ時は、ぐにゃっとした、独特の感触の後、紫色の汁が、辺り一面に広がる、大惨事になって、迷惑です。この日は、天気も良く、風もそれほど吹いていなかったので、水面はかなり穏やかな状態でした。このくらい穏やかだと、水面上からも、色々と見つけやすくて、助かります。いつもこうだと、ええんやけどなぁ。いました。春の磯では、たくさん見かける、あいつです。これです。ちなみにこれは、紫ウニです。この辺りは、もうすぐ潮が完全に引いてしまうと思うのですが、ここにいて、大丈夫なんやろか。緑アメフラシです。大きさは、20ミリくらい、小さめサイズの、緑アメフラシです。小型のアメフラシの中では、一番たくさん見られる種類で、春の磯では、特にたくさん見つかります。春以外のシーズンでも、そこそこ見られるので、数の多い、少ないはありつつ、一年中見られます。今回のウミウシ探しでも、一番たくさん見つかったウミウシで、30匹以上見つけていると思います。緑アメフラシを見つけてから、なかなか次のウミウシが見つかりません。探せども、緑アメフラシしか見つからん。どうしたもんかなおお？ウミウシではありませんが、紫ヤドリエビがいます。どこにいるか、わかりますか？これです。単独で出歩いているのは、珍しいな。紫ヤドリエビです。名前にある、紫は、紫ウニのことで、紫ウニにくっついているエビです。なので、この子みたいに、単独で出歩いているところを見つけるのは、割と珍しいです。小さくて可愛いエビなので、大きめの紫ウニを見つけたら、探してみてください。
紫やドリエビと遊んでから30分くらい経ちましたが、未だに次のウミウシが見つかりません。場所を変えたり、いろいろしているのに、全然見つかりません。どうしたもんかなぁ。おお。やっとウミウシを見つけたと思ったのですが、これは違います。ここに見える黄色いやつはウミウシっぽく見えるのですが、ベッコウタマガイというウミウシとは別のグループの生き物です。よく似ているんやけどなぁ。セトベッコウタマガイです。ウミウシを探していると、ウミウシに似ているけど、実は別のグループの生物というやつにも出会います。ベッコウタマガイの仲間はその代表で、見た目はほとんどウミウシなのに、分類上は結構離れたグループみたいです。分類学っぽい話は知っていると、磯遊びの楽しさが増すので、また別の機会にお話ししましょう。さらに20分くらいウミウシを探していますが、全然見つかりません。そういえば、昨シーズンの最初の葉山も、こんな感じで、全然見つからない日だったなぁ。まあ、長いこと磯遊びをしていると、こういう日もたびたびあるから、んやけどな。いました。石の上側半分には、緑アメフラシの卵がついていますが、ウミウシは下半分のどこかに、色味のウミウシがついています。これです。前のウミウシを見つけてから50分。正直、長かった。色味のウミウシです。大きさは15ミリくらい、小さめサイズの色味のウミウシです。浅い場所を好むミノウミウシの仲間なので、磯遊びでたくさん見つかるウミウシです。さっきの石には、実は3匹ついていたことに気づきましたか？この色の濃いやつのすぐ近くに色の薄いやつが2匹重なってついていました。1匹ウミウシを見つけたら、その近くに何匹かいるということはよくあります。だいぶ潮が引いてきたので、ウミウシを探せる場所が増えてきました。このくらいの深さの場所が、手頃に石をひっくり返せて、撮影できるだけの深さも確保できるので、やりやすいんですよ。いました。石の真ん中より、ちょっと下あたりに、注目してください。オレンジ色のウミウシがついています。これです。このくらいの大きさのウミウシを、しっかり見つけられるようになると、見つかるウミウシの数は、格段に増えます。本身のウミウシです。大きさは、15ミリくらい、小さめサイズの、本身のウミウシです。昔は、単に、ミノウミウシ、と呼ばれていましたが、種類の名前なのか、グループの名前なのかが、わかりにくいので、最近は、本身のウミウシ、と呼ばれているようです。このくらいの大きさのやつだと、オレンジ色も鮮やかで、可愛いです。相模湾沿岸なら、だいたい、どこの磯にもいるので、探してみてください。このくらい潮が引いてくると、普段は、結構いいペースでウミウシが見つかるはずなのですが、今回はなかなかうまくいかんなぁ。やっぱり、まだまだ寒い時期だから、お休み中なんやろか。ウミウシ以外の生き物は、それなりに見つかっているんやけどなぁ。
いました。葉山でよく見つかる定番のウミウシです。石の左側に黒くてツヤツヤしているやつを探してみてください。これです。葉山では、このウミウシに出会うと、なんだかほっとします。黒下なしウミウシです。大きさは15ミリくらい、ちびっこサイズの黒下なしウミウシです。葉山では、ほぼ毎回見つかるウミウシなので、この磯の環境が合っているみたいです。逆に、見つからない日は、環境が変化したのかと、心配になります。もちっとした体は、触り心地が良さそうですが、実際に触ってみると、プニプニで、触り心地いいです。ウミウシを探し始めて、1時間半くらいが、経過しました。GoPro での撮影は、2時間弱で、電池が切れるので、そろそろ終わりの時間です。終わる前に、もう1種類くらい見つけておきたいなぁ。なんて思いながら、探していたら、いました。奇をてらわず、これと思ったやつが、ウミウシです。黄色のやつです。これです。見つけたときは、これ、ウミウシかなぁ、と思っていたのですが、詳しく撮影してみると、ウミウシでした。君、誰や？大きさは、20ミリくらいの、黄色のウミウシです。ネットや図鑑で、いろいろ調べてみましたが、多分、ビロードウミウシ属の一種、ということくらいしか、わかりませんでした。とりあえず、黄色くて、もさもさしていて、かわいいやつ、としておきましょう。ウミウシの研究は、まだまだ発展途上なので、よくわからないウミウシが見つかることは、シーズンに何回かあります。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、6種類でした。後半に少し巻き返しましたが、あまり良い成績ではないですね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。